やっほー、皆さんこんにちは、くみです。今回の動画も見に来てくれてありがとうございます。今回は私のポッドキャストを撮っていきたいと思います。皆さん元気でしたか？前回の動画ではアウトプットのトレーニングの動画を出したので、こうやってね、私が画面に出ることがなかった、声だけ出演する感じだったんですけど、皆さんお久しぶりです。元気だったでしょうか？もう4月になりましたね。めっちゃ早い。ね、日本はね、もう今桜がすごく綺麗に咲いてて、もうちょっと散り始めてるかな。桜が、の花びらが落ちること散るって言うんですけど、桜の花びらが散り始めているかなと思います。桜って一瞬でさ、ブワーって咲いて、一瞬でバーって散っちゃうでしょ？だからそれを儚いって日本語で言うんですけど、桜は儚いですね。儚いからこそ綺麗だし、風情があるなっていう風に日本では言われています。みんなの国では桜が咲きますか？お花見したことがありますか？日本みたいにさ、なんかみんなでこうシートを敷いてさ、そのシートの上でお弁当食べたり、ビール飲んだり、お昼から。それね、桜の木の下で日本ではそういう風にお花見をするんですけど、そんな風にお花見をする国はあるんでしょうか？私の知る限りないんじゃないかなって思ってるんだけど、もしそういうのね、やるよっていう国の方がいたらぜひ教えてほしいです。私も先週末、鳥取から私のお母さんとお姉ちゃんと、お姉ちゃんのワンちゃんのティムくんと、あと実家で飼ってるティコちゃんの4人が遊びに来てくれて、大阪で私の家の近くの公園に行ってお花見をみんなでしてきました。そう、すっごく綺麗でした。写真ちょっと貼っとこうかな。でね、本当に桜が満開で、その満開の桜の下でお花見しながらお弁当を食べて、途中でね、ひら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 って桜の花びらが散って落ちてきたりもするんですけど、それもまたね、なんかいいですよね。そう、そんな感じでゆっくりのんびり週末を過ごしていました。私たちが座ってたところの結構近くに外国人さんのコミュニティもあって、コミュニティの人たちがいて、そう、外国人さんだけで、多分大阪に住んでる外国人コミュニティみたいな感じなのかなって思うんだけど、その人たちもみんなでお花見をしてました。すごく楽しそうに盛り上がってて、素敵だなって思いました。で、今日のね、ポッドキャストでは、ちょっと私の最近について、ゆるく語っていこうかなって思っています。なんか日本では4月から新生活が始まるんですね。例えば学校とかだったら新しい学年になるのも4月からだし、あとは会社もね、新しい1年のね、年のことなんだけど、新しい年度が4月から始まるんですね。これが3月から始まるところもあると思うし、秋から始まるところもあると思うんですけど、だから日本では4月で1年の始まりスタートという感じなので、みんながね、新生活が始まる時期なんですね。街の外を歩くと、スーツを着た新入社員さんたちね、新しく大学を卒業して社会人として働き始める新入社員の人たちがいっぱい歩いてたり、そういうのを見て、4月だな、春だなって思いますね。私は、4月になったからといって特に生活が変わることはないんですけど、前々回のポッドキャストでも話したと思うんですけど、新しいね、趣味を始めようかなと思って、最近ジム通い始めようと思ってますっていう話を私しましたよね。で、そう、私ジム契約したんですよ。で、今もう契約してからだいたい2週間ちょっと3週間くらい経ったかなって思うんですけど、今は週に3回、週3って言うんだけど、週3で通ってます。で、だいたい月曜日と水曜日と金曜日とか、
まあ平日にね、行ってるんですけど、お昼に。でも私全然筋トレ初心者だし、どうやってやったらいいかも、いまいちそんなプロフェッショナルじゃないので、分かってないんですけど、YouTube とか見ながら、特に私はお尻と太ももを鍛えたいなと思って、足とお尻トレをね、中心に今は頑張ってるところなんです。なので、他にも多分筋肉トレーニング、ワークアウトのこと筋トレって日本で言うんだけど、筋トレしてる方がいたら、ぜひぜひアドバイスをしてほしいです。最近はプロテインもゲットして、プロテインを飲んだり、あとは食べ物からもプロテインを取ることを意識していて、サーモンとか鶏胸肉とかチキンをね、中心に食べるようにしたりしてます。本当に筋トレの大先輩の皆さんがね、見てくれてると思うので、中には。ぜひアドバイス教えてほしいです。筋トレ始めたての頃に戻るなら、どんなアドバイスを送りたいですか？ぜひ教えてください。はい。で、ジムにね、通い始めたっていうのが一つ新しく始めたこと。で、もう一つ最近読書を始めようと思ってますって、これも前々回の動画で言ったと思うんですけど、はい。読書ね、頑張ってますよ。あの後もちゃんと引き続き本を読むようにしています。前回紹介した本が、これね、一人になりたい男、話を聞いてほしい女っていう本を紹介したんですけど、これね、本当に面白くて、私もう会う人にみんなにおすすめしてて、私のお姉ちゃんとかお母さんとかにもお花見をしながらこの本をたくさん読んで教えてあげてこういう時はこうした方がいいんだよっていっぱい教えてあげたりして、私の弟にも話したし、本当にありとあらゆる人にこの本についての知識をお話ししていますはい。私の生徒さんもね、何人か興味を持ってくれて、買ってくれた生徒さんもいました。はい。で、私の目標としては、1ヶ月に1冊、読めそうだったら2冊、読めたらいいなっていう風に思ってるんですけど、やっぱり読書のいいところって、本ってさ、1冊、だいたい1200円ぐらいから1600円ぐらい、2000円弱で買える本が多いと思うんですけど、それ以上の価値があるということに気がつきました。はい。やっと気がつきました、26歳になって。なんか今まで本を読むことを別に、何が楽しいんだろうって、何がいいんだろうってずっと思ってたんだけど、でも、本を読むだけで、自分が生きてた中では知らなかったような価値観をね、1500円ぐらいでたくさん得ることができるじゃないですか。そう。で、その作者だけじゃなくて、作者が例えばね、お話しした相手の言葉だったり、作者が経験してきたことについてを教えてくれたり、私が普通に生きてたら経験できないようなことだったり、私が普通に生きてたらお話しすることがないような相手の人の言葉を1500円で聞くことができる。1500円でその人たちの知識をもらうことができるって考えたら、めっちゃコスパいいなと思って。そう。だから、自分磨きに、自己投資のためにすごくいいお金の使い方だなっていうのに気がつきました。で、この本を買った時に、同じ時にね、買った本があと2冊あるので、そう。で、それが、じゃーん、まず1冊目これ。読むだけでどんどん豊かになるお金に愛される315の教えっていう本です。これはそのままですけど、はい、お金についての本ですね。私全然経済についてとか勉強したことがないので、金融についてとかね、
あまり知識がないんですけど、ちょっとでもお金が舞い込んでくるような仕組みを作れたりとか、お金に対する価値観をよりよくできたらいいなと思って買ってみました。面白そう。はい。じゃあ次。これ。いつも機嫌がいい人の小さな習慣っていう本を買いました。仕事も人間関係もうまくいく88のヒントだって。はい。どうですか？これもめっちゃ面白そうじゃないですか。私はこういうタイプの本が本当に大好きです。読みやすいし、やっぱり。なんだろう。まあ、お金の本とかってどうしてもさ、ちょっと難しい話出てくるじゃないですか。けど、こういう自己啓発っていうんだけど、こういう自己啓発本、私は本当に大好きです。読みやすい。で、さっきも言ったけど、読書をするだけで、自分が今まで思ってなかった、感じたこともなかった価値観を得ることができるって気づきましたって言ったと思うんですけど、すごいね、この本、一番最初のページに書いてあるんですけど、これ、雨の日ほど笑顔で過ごす。見えますかね？雨の日ほど笑顔で過ごす。はい。これとかまさにそうで、私は今までだったら晴れてる日が本当に大好きなので、今日の天気が雨だって分かったら、うわーって一気にテンション下がっちゃうんですよね。そう。で、雨の日だからこそ笑顔でいようなんて思ったこと今までで一度もないんだけど、この本を見てそんな考え方があったかと思って今までだったら絶対にそんな風に考えることなかったし、そうで、すごいハッとした文章があったんですけど、ハッとするって驚いたことね、なんかうわって衝撃だったことをハッとするって言うんだけどさ、ハッとした文章があってさ、これ一番最後見えますか？読めますか？皆さん。幸せだから笑顔になるのではなく、笑顔だから幸せがやってくるのです。このオレンジの部分ね。はい。幸せだから笑顔になるのではなく、笑顔だから幸せがやってくるのです。この文章が私にとってめっちゃうわって、そっかって思った一言だって、確かにそうじゃないって思って、確かに私、すごい素敵だな、この人魅力的だなっていう思う人に出会ったとしても、その人が笑顔じゃなかったら話しかけづらいし、人って近寄ろうって思わないと思うんですよね。そうで、やっぱり笑顔でいるだけでいろんな人が話しかけてくれたりとか、話しかけやすいなって思って話しかけてくれたり絶対すると思うし、それが何かのチャンスにね、つながると思うんですよ。で、それがつまり幸運、ラッキーなことにつながると思う。だからそれで幸せになれると思う。幸せだから笑顔なんじゃなくて、笑顔だから幸せがやってくる。で、笑顔になることなんて誰でもできるじゃないですか、意識したら。やっぱり職場とか家庭、お家の中でいつも笑顔でいてくれる人がいたら、それを見るだけで癒されますよね。心がほっとして、自分もなんかちょっと幸せな気持ちになりませんか？私はなります。これをね、今日はみんなに伝えたかったんです。みんなも日本語の勉強をしていく中で、こんなに勉強してるのにうまくいかないなとか、成長した気持ちになれないなとか、落ち込んだりさ、不安になったりすることってきっとあると思うんですけど、そういう時に顔がどんどん悲しい顔になってませんか？はい。そういう時こそ、ちょっとね、口角、ここ口角って言うんですが、口角上げて、はい、笑顔で、ポジティブで、ここまで成長できた自分逆にすごくないって。自分の第一言語でもない全く知らない言語を勉強して、ここまでの知識を得ることができた自分ってめっちゃすごくないっていう風に、できないことにフォーカスするんじゃなくて、自分が今までやってきたできたことにフォーカスをして、自分のことを褒めてあげてほしいなって思いました。
笑顔で明るく前向きに。言語学習ってやっぱり一番大切なことは継続することだと私は思います。たくさん私の今までの動画でもいろんなこと話してきたけど、もっとこうして勉強した方がいいとか、もっと目標立てた方がいいよとか、チャット GPT 使ってとかいろいろ話したと思うけど、やっぱり最終的に一番大切なことって継続することなんですよね。はい。なんか数学とかってちょっと勉強してその公式を覚えたら、まあすぐもう自分のものになってすぐにね結果が変わるものだと思うんですけど、言語学習ってそうじゃなくて、1日2日勉強したからって言ってすぐに話せるようになるわけじゃないし、文法を覚えたからって言ってすぐにそれが使えるようになるかって言ったら、まあ決してそうではないよね。だからやっぱり継続してこないと結果が目に見えないので、ちょっと難しいし不安になることもあると思う。だけど笑顔でポジティブに継続していって日本語勉強することを楽しんでほしいなって思ってます。私が最近もらったコメントですごく素敵だなって思ったコメントがあって、それは私の前々回の動画で効率よく勉強するためにはどうしたらいいですかっていう質問に対して、まずみんながするべきことは細かい目標設定をちゃんとしてくださいねっていう風に言ったと思うんですね。そのことに対してコメントをくれた人がいて、でその人は自分が今まで細かいスペシフィックな目標を立ててこなかったことにちょっと後悔してるって。でも気づいたのは、その人にとっての日本語の勉強って完璧に話せるようになることがゴールじゃない。ただ自分は日本語っていう言語が好きで、日本っていう文化が好きで、だから日本語を楽しんで勉強してるみたいな感じのねコメントをくれた人がいて、それってめっちゃ素敵だなって私思ったんですよ。やっぱりただ話せるようになりたいっていう目標の人もいると思うけど、そうじゃなくて日本語が大好きだから、日本っていう国が大好きだから楽しんで勉強する。でそうやってちゃんと継続してちょっとずつでもね日本語っていう新しい知らない言語を勉強してるっていうのが本当に素敵なことだなと思って思いました。はい。だからみんなもね、その人のコメントと同じようにやっぱり楽しんで言語学習をしてくれると私はすごく嬉しいなって思っています。はい。で常に笑顔でいることで幸せが舞い込んでくるとこの本に書いてあるのでみんなも笑顔で過ごしていきましょう。嫌なことだって人生いろいろあると思うんですけど、笑顔だから幸せがやってくるということなので、みんなもね意識してくれたらいいなと思います。はい。じゃあ今回の動画はこれぐらいで終わろうかなって思っています。今回の動画はどうでしたか？私の最近の趣味についてお話ししてみたんですけど、皆さんの趣味は何ですか？あと私は最近お料理教室にもちゃんと通うようにしてて、お料理教室の趣味としてここに宣言したいと思います。だから最近の私の趣味はジムと読書とお料理、クッキングです。はい。この3つをすごい最近はね暇な時間に楽しんでいます。みんなの趣味もぜひコメントで教えてくれると嬉しいです。はい。じゃあ今回のね動画はちょっと私花粉症で鼻声だったと思うんですけど、最後までここまで聞いてくれた皆さん本当にありがとうございます。はい。この動画を少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価とコメントぜひ残してくれると嬉しいです。はい。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。